I'm transgender. I'm a woman. I identify as sometimes identifying as a woman for purposes of basketball, professional basketball. So I'll be declaring for the WNBA draft in 2027 as well. If you make it to the WNBA, you plan to use the women's locker room and all that with them? I mean, of course. I mean, I don't want to be discriminated against. I mean, come on. Why wouldn't I use the women's locker room? 通勤通学中の皆様おはようございます。ブクタンの世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、アメリカの女子プロバスケットボールリーグ WNBA からの話題になります。非常にね、お目覚めになっていると言われておりますこのリーグ。あれからですね、次々とここの選手やコーチがトランスジェンダーを擁護する発言というのをしておりまして、今回ですね、なんと辞任で受け入れてくれるのであれば俺が参戦するよということで、元 NBA の男子選手がこの WNBA のドラフトに参加することを表明いたしました。前代未聞のこの大事件、本日は一体何が起きているのか詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、以前こちらの動画でお伝えいたしました非常にお目覚めになっていると言われております女子バスケットボールリーグ WNBA ですね。ここの騒動というのを見ていきましたが、ちょっとね、これ非常に根の深い問題で、ここでまた改めてね、振り返るわけにいきませんので、ぜひこちらの動画をご覧になってください。女子スポーツというのは生物学的女性のためだけのものであるべきだ、このような発言をしましたこちらのね、ソフィー・カニンガム選手、現在ね、左派からものすごい攻撃を受けておりまして、あれからですね、相手選手から物理的なね、本当にひどい反則を受けるというのも続出しておりまして、ちょっとこれね、後ほど見ますが、そして前回ね、このソフィー・カニンガムを応援しに来ておりました少女2人を相手チームの共同オーナーが罵倒するということが発生し、この共同オーナーあれからね、罰金を課せられまして、5ゲームバンになりました。まあ本当にね、ひどいことになってるんですよね。すると今回、このね、WNBA 女子のプロバスケットボールリーグですよ、ここに性別ね、辞任で OK なのであれば俺が参戦するということで、このようになりました。 WNBA に男性選手、元 NBA スターたちが自己申告を根拠に2027年 WNBA ドラフトへの参加を表明ということで、早速ですがこちらですね、ドラフトとあります。こちらが本日のキーワードになります。ドラフト、文章、正式な提案、または絵などの原案、下書きの状態のものということで、こちらのね、ドラフトというのは下書きという意味になります。でね、このドラフトというワードは、この他にもね、たくさんの意味を持っておりまして、その一つがこちらになるんですね。アメリカのスポーツチームが各シーズンの初めに新しい若手選手を選ぶ制度ということでね、こちらのドラフトというのは日本語でもそのまま使いますよね。ドラフトという意味なんですね。つまり選手を選ぶ制度のことです。で、これ以外にもね、ドラフトビールって皆さん聞いたことないですか？あれ日本語で言うところの生ビールに当たるものなんですが、聞いたことあるでしょ？これね、全部一つのイメージで繋がってるんですよね。これはね、引っ張るというイメージです。描く、draw ってあるでしょ？この兄弟なんですよ。draw も線を引くというイメージから来てるんですね。この draft も同じです。線を引いて下書きをする。樽から直接ビールを引っ張ってくる。つまりは樽出しのビールですね。そしてドラフトという制度で選手を引っ張ってくる。あとね、ここにもあるんですが、これね、徴兵のことです。これもドラフトというんですね。つまりこれらは全部この引っ張るというイメージで繋がっているというわけですね。ということで、こちらは WNBA に男子選手、元 NBA スターたちが自己申告を根拠に2027年 WNBA ドラフトへの参加を表明。元 NBA センターのエネス・カンター・フリーダムが2027年 WNBA ドラフトへの参加を表明した。リーグの包括性に対する方針を踏まえれば自分にも参加資格があるはずだと主張している。身長6フィート10センチ、これね、約208センチだそうですのカンターはフィールドゴール成功率 50% 超で1試合平均11得点以上、7リバウンド以上を記録。ニューヨークニックス、ボストンセルティックス、ポートランドトレイルブレイザーズでプレーした。ということでね、ここでは何が起きたかと言いますと、この選手ですよ。これね、今回この2メートル超えの巨大な男子選手が WNBA、これ女子のバスケットボールチームですよ。このドラフトの参加を表明したと、こういうわけなんですね。じゃあなんでこんなことになるのかと言いますと、
これは前回の動画の後日談につながる話になってるんですね。以前ね、こちらのソフィー・カニンガムにまつわる様々な騒動というのを見てきましたが、この彼女の発言を受けましてですね、もうこの WNBA も本当にね、とてつもなくお目覚めになってるんですね。選手やコーチが次々とこのトランスジェンダーへの支持を表明したんですよ。これってすごいことでしょ。以前ね、こちらの動画で見ておりますが、今のこの時代の潮流というのは、トランスジェンダーというのを差別する必要はないけども、女子スポーツへの参加っていう話はまた別だよね、ということになってるんですね。もうこういう流れなんですよ。オリンピックもそのような体制になっていて、これをちゃんと制度化したのが今回のね、初の女性の会長だったわけじゃないですか。こういう中で、このソフィー・カニンガム、女子スポーツというのは生物学的女性のためのものなんだと、こんな当たり前のことを言ってしまったがために、リーグから猛反発されてるんですよ。まずこちら、このね、ソフィー・カニンガムの味方チームですね。インディアナフィーバーのヘッドコーチ、ステファニー・ホワイト。現在ですね、この騒動を受けまして、各メディアがね、チームの会見で、トランスジェンダーについてどう思うんだ、このような踏み絵をさせているという状況になってしまってるんですね。これはね、左派のメディアが嫌がらせでやってるとかそういうことじゃないですよ。右派のメディアも同様です。左右がね、この会見というのを利用して、踏み絵をさせているという状況になってしまってるんですよ。で、このフィーバーのヘッドコーチ、ステファニー・ホワイト、男子が女子スポーツに参加するのを認めるのかどうか、このように聞かれてですね、私はそれに関して科学的観点からの十分な教育を受けていないので答えられませんということで、これ答えないんですね。つまりここでうかつにね、変なことを言ってしまった後のバックラッシュというのが怖すぎて答えられないんですよ。つまりこのソフィー・カーニンガム、味方チームのヘッドコーチからの援護も受けられない状態になってしまってると。ただね、これは味方だからまだいいんです。これが敵になるとこうはいきません。こちらがね、ミネソタリンクスのヘッドコーチ、シェリル・リーブ。なんとですよ、この騒動を受けまして、明らかにね、このソフィー・カニンガムに抗議するために、これ見てください。はい。ここわかりますか？ここね、トランスキッズプロム。つまりトランスの子供には居場所があるよ。このように書かれた T シャツを着てきまして、美徳アピールを展開するんですね。このコートで。そしてこちら、ゴールデンステート・バルキリーズのヘッドコーチ。これね、ナタリー・ナカセという日系アメリカ人です。この人もね、トランスジェンダー選手を擁護して、スポーツというのは居場所があるということなんですと。そして私はそれを大切にしているんです。なぜなら私自身、身長や民族的背景を理由に批判されてきたからなんですということで、自分の民族的背景を理由にこのトランスジェンダー選手を擁護したと。そしてね、同じくこちらバルキリーズの選手、ギャビー・ウィリアムズですね。彼女はね、トランスジェンダーの選手が私のチームにいても、対戦相手としていても私はそれを歓迎しますと、このように発言するんですよ。そしてこの方ね、WNBA に男性を歓迎するというなんて正気の沙汰じゃないと。ね、皆さん WNBA ですからね。これは NBA が主導して設立した女子プロバスケットボールリーグです。だからわざわざそこで男子と女子を分けているのに、この性別の壁をね、リーグ自身がぶっ壊そうとしていると。こういう状況になってしまってるんですね。そこで出てきたのがこの人物なんですよ。身長2メートル超えの元 NBA の選手、エネス・カンター・フリーダム。ここでドラフトへの参加を表明します。慎重に検討し、現在の参加資格に関するガイドラインを確認した結果、私は正式に WNBA のドラフト候補選手になることを宣言します。もし自分が何者であるかを自己申告するだけで十分なのであれば、私は WNBA でプレーするために必要な全ての条件を満たしています。私と私のチームは WNBA の参加資格基準と自己認識及びインクルージョンをめぐる規定の枠組みを慎重に精査しました。現在のガイドラインに基づき、私は2027年4月に行われる次回の WNBA ドラフトへの参加資格があることをここに正式に宣言します。私がコートに立つことで様々な強い意見が巻き起こることは分かっています。私は決していかなるコミュニティや個人の選択を嘲笑したり、からかったり、侮辱したりするためにやっているのではありません。私が求めているのは現在のルールが全ての人に平等に適用されることだけです。そしてここです。それは多くの WNBA 選手やコーチたちが公に支持してきた価値観を体現するルールでもあります。WNBA が自ら掲げた原則を守ることを期待しています。トレーニングキャンプで会いましょう。ということで、どうですか皆さん。もうグーの音も出ないぐらいの正論でしょ。つまり今回の騒動を受けて WNBA 選手コーチが一丸となりまして、生物学的男性受け入れますよ、このように宣言したことから出てきちゃったんですよ2メートル超えの男性が、いやーこれはね、前代未聞もそうですが、すごいでしょ。だってね、考えてください。あれだけね、美徳アピールのためなのか何なのか分かりませんが、トランスジェンダーウェルカムと、敵のチームに至って全然問題ありませんよ。こういったことを声高に発言した。で、おそらくこの選手というのは、この女子のチームに入ればね、圧
倒的な能力を発揮するわけですよ。っていうことは、この選手を指名しなかった場合、それは差別だと言われるでしょう。ただこの選手を入れてしまえば、リーグが崩壊する。つまりね、この彼、それをね、意図してやってるのかどうかというのは、ここではね、改めて言及はしませんが、究極の選択を突きつけたと、このようになったんですよ。そしてね、この騒動、これだけじゃ終わってないんですよ。こちら、モナコで、実際に女子バスケットボールチームでプレーしている、トランスジェンダーを公表している、ジュリー・テタールという選手です。この方、身長190センチということですが、ちょっとね、この写真だと分かりにくいんで、この方のインスタがあるんですね。見てみましょうか。こちらです。皆さん、アイコン見えますか？普段のね、筋トレの模様というのをこちらに上げておりまして、すごいことになってるんですよ。これですから。すごいでしょ。現在この方はモナコで女性として、そしてプロとしてプレーしているバスケットボール選手なんですよ。そして今回ね、WNBA について聞かれてまして、連絡あったらね、ぜひ参加したいと。このように言っているようです。むしろ言ってほしいですけどね、もうこうなったら。だってリーグはウェルカムって言ってるわけですから。ソフィー・カニンガムはこういう人たち、そしてこういう人たち、これはね、女子スポーツに入れるべきではない。このように言って今猛攻撃を受けてます。これすごいですよ、本当に。これね、つい先日のことなんですが、ソフィー・カニンガムが顔に肘打ちを食らいました。それなのに審判はソフィー・カニンガムからファールを取りました。ということで、ここね、この選手がソフィー・カニンガムに対してね、これ、エルボーするんですよ。こんな感じでね。ほら、ここでね、エルボーを食らわせるんですが、なんとですね、この審判、これをソフィー・カニンガムのファールだと宣言しました。で、僕とはね、バスケのルール、詳しくはわかりませんが、少なくともね、この動画の解説では、あれはディフェンスのファールじゃなくて、オフェンスのファールだったと、このように解説してるんですね。そしてこちら、これね、ほんとついさっき入ってきたニュースで、これね、本当にひどくって、ここでね、ソフィーがシュートしようとしてるでしょ。そうするとね、もうこれ見てください。準備入ってますね。この後突進されまして、ここわかります？ラリアット食らってるんですよ。やばいでしょ。これバスケットですよ。プロレスじゃないんです。これにより彼女怪我しまして流血してるんですね。でね、これはね、さすがにこの選手いますが、反則取られまして、退場になるんですね。するとその後、シカゴのディジョナイ・キャリントン、フィーバーのカニンガムへのファールで退場処分、白人特権と投稿。ということで、後彼女ね、この退場を受けまして、自身の SNS にフィーバーをタグ付けして、白人特権と投稿したと。つまりこの話っていうのは、フクタがね、2年前に投稿したあの動画からずっと繋がっていて、あの時もね、高身長で白人で美人というのは特権なんだと。だからファールされても仕方がないくらいのことを言われていたんですが、結局のところ、その自身のコンプレックスっていうのをね、おそらく今回の件もあるんでしょう。そこも含めてね、暴力として発散してるだけのように、フクタには見えますね。だから今ね、この WNBA って本当に危険なことになっていて、そのコート上でね、何するかわからないっていう状態になっちゃってるんですね。しかもやった本人は自分が被害者だと思ってるっていうね。ちょっとね、こっちの方が見やすいんでもう一回見てみましょうか。これですよ。はい。これね、球を狙ってるようなふりして、全然違うんですよ。ほら、ほら、ほら。ね。これによりですね、これがね、あんまりにも悪質だということで、さすがに彼女は退場になったということですね。極左政治に取り憑かれたリーグでは、男子は女子スポーツに参加するべきではないというと、こういうことになる。そしてね、これ言ってる人すごい多いんですね。そのウィークによる露骨な文化盗用については言うまでもない。ということでね、この退場になった選手、この金髪のね、ストレートのウィッグつけているんですが、この上で白人特権という投稿してますから、でいかにその白人に対してのコンプレックスというのがあるのかっていうのが、よくわかるんじゃないかなと思います。そしてこちら、フェミニスト系のメディアとして知られております、ジェゼベル。このメディアも盛んにソフィー・カニンガム攻撃しておりまして、すごいですよ。ソフィー・カニンガムは WNBA 最大の負け犬になるために必死になっている。そしてここです。マガバービーは反トランス言説を売り歩く詐欺師だ。ここからもわかるようにね、主に左翼にとっては、この彼女、大きな脅威になりつつあるのかもしれませんよね。ちなみにね、このメディアは、この最後の部分にあるんですが、トランスの選手が女子スポーツで有利になることを示す科学的根拠はないんだとしているんですね。そんなものないんだと。だから本来であればフェミニストっていうのは女性の権利を擁護するものなんじゃないかなと思うんですが、そもそもトランスジェンダー女性というのは身体的な優位性が一切ないということで、そこに整合性をとっているんですね。なのでね、ここでも言っているんですが、身体的優位性があるという科学的根拠をもとに IOC は決定を下しているわけですが、それはね、すべて幻想だと。で、現在ね、この男性選手のドラフト参加表明、X でもね、ストーリー立っておりまして、こちらにね、あるんですが、なんとですね、現在 WNBA のドラフト参加を予定しているという2人目のね、男性選手が現れたということです。で、彼はね、ロイス・ホワイトという選手で、フクタね、一通り声明見たんですが、さっきのカンター選手と違ってね、かなりスキット色の強い声明となっていましたね。なので、真剣にドラフトに参加するというよりは、WNBA に対してね、このトランスに対してのガイドラインというのをはっきりさせない限り、俺ドラフトに参加しちゃうよと警告しているというものになっていました。はい、ということで本日はですね、アメリカの女子プロバスケットボールチーム WNBA の
2027年のドラフトに元 NBA の男性選手が参加表明したことで、こちらが大変注目されているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。先ほどのね、男性選手の声明見ていただくとわかりますが、もうほんとね、徹底して自分をね、拒否できないように理論立てて反論の余地を封じておりますので、この WNBA、旗から見るとね、完全に積んでいる状態になってしまってますよね。ということで今日ね、改めて WNBA について見てきましたが、おそらく現状、アメリカの女子スポーツでは、一番お目覚めになっているリーグといって差し支えないんじゃないでしょうか。これまでサッカーだとかね、結構ひどいと言われておりましたが、多分もう比じゃないですよね。そもそもこの方針というのは、IOC の方針にも準拠していないということになりますので、もうほんと独自路線を突き進んでいくと、こういうことになるんですかね。いずれにせよ、2027年のね、WNBA のドラフトというのは大きな注目を集めると思いますので、またね、続報がありましたらお伝えできればと思います。これについて皆さんはどのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。